で、宿泊場所はね、何箇所か候補地はあるんですけども、もうね、一番いいだろうと思う場所に移動してみたいと思います。はい。行きましょう。今から行くところなんですけども、空いてればいいんですけどもね、前いっぺんね、ちょっと軽く立ち寄ったことがあったんですけども、その時はもうね、車でいっぱいでした。だからね、車中泊できるかどうかは微妙です。ここですね。この信号です。よいしょ。はい。ということでね、到着です。こちらがね、美保湾展望ビーチという場所ですね。行ってみましょう。行けるかな。車中泊かなされてる方いますね。で、場所としてはね、ここの一番奥か、ここの一番奥を想定してるんですけども、なるほどね。ここの一番奥は捉えてますね。まあ、大型車とかがね、入って仮眠する場合もあったりするんで、もう当初の予定通りね、一番奥のここにしましょう。OK。いい場所空いてました。よし。到着です。はい。ということでね、こういった感じの場所に止めました。もう駐車場のね、一番奥ですね。でもね、ちょっと傾いてるような気もしますね、この場所。傾いてるんだったらね、ちょっと馬をかましましょう。前輪に少し上げた方がいいかもしれません。で、位置的にはね、向こうが海ですね。本当はね、向こうで止めたかったんだけども、あそこいいところ取られてたんでね、それが残念ですけども、まあ仕方がないでしょう。はい。じゃあね、ちょっと水平見てから中に入ってゆっくりしたいと思います。ごめんなさい、水平でしたね。バッチリ水平です。これはいいですね。はい。こっちに関してはね、ちょっと向こうが上がった方が良さそうですけども、まあ、これぐらいいいでしょう。はい、OK にします。で、ちなみにね、この場所は、向こう側にね、自販機もあってトイレもあるんで、もう有事の際はすごい安心できる場所です。ただし、トラックとかが休まれる場合もある場所なんで、どうしてもね、トラックの方はエンジン止めて休めれない場合があるんで、だから僕ね、ちょっとわざと遠い方に離れてきました。一番遠いところですね。はい。それじゃあね、中に入ってゆっくりしましょう。ただいま。はい。ということでね、お腹も空いたんで、そろそろご飯にしようと思うんですけども、現在の時刻が8時4分ですね。で、現在の車内の気温はね、13度ぐらいですかね。なんかね、妙に湿度があって、ちょっと暖かいです。で、今のバッテリー残量なんですけども、今日ね、移動中に走行充電したんですが、電池ある 38% ありますね。しっかりあります。ちなみに今ね、ライトつけてるんで、出力は 8W あります。ちなみにね、僕は普通に Amazon で買った LED ライトですかね、を使っているだけです。特に何も工夫はしないです。こんな感じのスイッチのやつですね。明るいです。ということでね、お腹も空いたんで、早速晩ご飯にしようと思うんですけども、今日買ってきたものはね、こちらですね。ちょっと広げてみますと、はい、こんな感じですね。もうパーティー状態です。すごいたくさん買ってきました。エビのはんぺんっていうものがあったんでね。半額のやつ買ったりとか、おにぎり、プラントファイブはね、おにぎりがすごい有名なんで、僕これ大好きなんでね、半額だったんで買ってきました。で、あとね、こちらですね、今日鍋がしたかったんで、お鍋の野菜探してたら、半額の分があったんでね、買ってきました。で、これですかね。これがね、唐揚げ3個入りで半額で、しかもね、パンまでついてたんでね、これ買ってきました。すごくいいのが買えました。で、あとね、ポテトサラダなんですけども、これはね、お惣菜、この時間半額だったんで、これもね、100円少々で買ってきました。で、あとはね、飲み物ですね。はい。で、結局ね、これだけで全部で955円でした。めちゃくちゃ安かったです。もうなんかね、ここに来てから、1、2、3、4、5、5品も半額という素晴らしい出会いにあったんですけどもね。この出会いにね、今日は乾杯したいと思います。はい。でね、もうお腹も空いたんでね、パパッと料理作っていこうと思います。はい。今日はね、これですね。もう昨日、カス汁作った分です。ちょっとね、汚れが残ってますけども、あんまり気にしないタイプなんで、皆さんもね、気にしないようにしてください。で、ここに、野菜を入れます。これも全部入れましょう。はい、ちょうど。で、今夜はね、アサリもあるんで、アサリを入れて、さらにね、これをね、もうキムチ鍋にしたいと思います。多分今晩はね、冷えると思うんで、キムチ鍋で暖を取りながらいただきましょう。ということで、よいしょ。全部。で、水。
360cc。これぐらいですね。はい。で、キムチ鍋はね、美味しいんですけども、車内で作るのはちょっと本当に気をつけた方がよくて、というのがね、匂いがすごい出るんですよね、キムチ鍋は。だから、美味しさの代償として、匂い対策をしないと、車内にね、料理の匂いが残るんで、そこを皆さんね、十分注意してください。OK。でね、聞かれる前に言うんですけども、これ、網のっけてるのはね、鍋が小さい場合だと、転倒する恐れがあるんでね、できればね、どんな料理でも、ここに網を置く方がいいです。この方が安全です。で、窓もね、ちょっと開けときましょう。自動ドアで。で、今回はね、キムチ鍋といえばね、お肉なんで、お肉も持ってきてます。これはね、サムギョプサルを別の動画で作った時に使った豚肉ですね。冷凍したままのを持ってきてました。今がね、ちょうどいい温度ぐらいです。はい。で、これもね、ちょっと中入れときたいんですけど、まだ早いから。でね、火をつけたらね、車内がちょっと蒸し暑くなってきたんで、脱ぎます。はい、ちょっとね、ごめんなさい。思い出しました。先にね、アサリ入れちゃったら、煮たらね、硬くなるんで、もうこれは最後にね、パラッと振りかけるぐらいでいいと思うんで、いっぺん取り出します。で、ここにね、もうちょっと豚肉を投入しておきましょう。で、豚肉はね、ちょっとドリップが出てるんで、このまま入れたらね、アクが出ちゃうんで、ちょっと、拭いときます。はい。これね、いいお肉なんで、多分柔らかく美味しくできると思います。色はね、ピンクですごい、まだまだ全然いける色です。直刃していたらね、めちゃくちゃ怒られるんで、手でいきます。よし、こうやって、つけて、これはね、じっくり調理します、今夜は。よいしょ。お肉柔らかくなるまでね。はい。で、料理を待つ間にね、もう他のものを食べましょう。電気がね、回復したんで、ノンフライの登場です。大飯ぐらいの彼ですけどもね。彼の力を借りて、揚げ物等をね、一気に温めましょう。よいしょ。あ、来たね。開けるたんびに汚い。ごめんなさい。ちょっと服。すいません。昨晩のままでした。ごめんなさい。よし。ブルブルブル。はい。でね、下にもやっぱしついてます。100% 取り切ることはできませんでしたね。ここの蓋はね、もう閉めとかない方が便利ですね。この方が取り出しやすいです。うん。ここに入れるときにはね、もう蓋をそもそものでね、つけてこないようにしましょう、今度から。蓋がある方がやりづらいです。はい。湯気がすごい立てるんで、窓、たくさん開けました。はい。こんな感じで OK ですかね。そしたら、よいしょ。あ、でっかいな、これ。ちょっとね、はんぺん入れようと思ったら、はんぺんがね、入れたらいっぱいあったんでやめました。その代わりね、唐揚げを入れましょう。おー、いいですね。美味しそう。4つも入ってる。嬉しい。よし。で、これをね、温めます。4分でいいんですけども、しっかり油を落としたいんで5分。OK。古流と最新の融合みたいなね、つけるのやってます。よし、完成。はい。見事にね、カリッカリに仕上がってます。美味しそう。油もすごい落ちるな、これ。ちょっと油を、こんな感じで吸い取って、大さじ1杯ぐらいね、油が落ちました。こうなんですけども、ちょっとね、彩りがあれなんで、少し再考しましょう。嘘じゃろ。実際今回の旅はね、なんか呪われてるのかもしれんな。変な展望台にいたからかもしれん。よし、このね、野菜もね、盛り付けましょう。ほら、素晴らしい。美味しそうですね。で、ちょうどね、ここにマヨネーズがついてるんでね、マヨネーズをかけて、唐揚げにね、マヨネーズをのっけましょう。こうやってからこんな感じにしましょう。手前にはね、カキフライ。美味しそうなのができました。まだこっちは煮続けたいんで、もうね、先にいただきましょう。いただきます。まずは何はともあれ、唐揚げから
最高です。中までね、きっちり温まってます。油も抜けてね、サクサクです。もう我慢できない。あー、美味しい。お風呂入った時にね、メロンクリームソーダをちっちゃい分飲んだだけでから、あと他何もね、飲んでなかったんで、ビールが嬉しいです。やっぱりね、ノンフライヤーすごいです。本当にね、ノンフライヤー使えたら、もう車中泊の料理がゴロッと変わるんで、皆さんね、こんなものかって思うかもしれませんけども、めちゃくちゃ使えるんで、いっぺんね、ご家庭の方でもね、試されてみてください。ちなみに1台ね、5、6千円で買えます。安いです。ということでね、ちょっとしばらくゆっくりいただきたいと思います。はい。こっちもう食べ終わったんですけども、こっちはどうでしょう。お、できたっぽいですね。オッケー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 。こうしたらどうしましょうかね。これを最後に入れましょうかね。これを鍋に加えて、OK。で、もう火を止めて、おー、いい感じ、いい感じ。お肉もゴロゴロですね、これは。よし。じゃあね、いただきましょう。果たしてお味は。うん。上手にできてます。美味しい。あったまる。普通はね、豚バラ肉とか薄切り肉使うんですけども、ごついお肉もね、ボリュームがあって美味しいです。うん。やっぱしね、冬はキムチ鍋ですね。なんだかんだ言うてもね、どんな食材にも合うんでね、結局、キムチ鍋はいいです。うん。で、本気に眠きっちゃったんでね、チューハイいただきます。僕、甘めのお酒も結構好きです。よし、今日もね、映画を見ましょう。昨日は結局ね、ドゥエイン・ジョンソンの映画、見てる最中にね、寝ちゃったんでね、まだ半分も見てないんで、こちらをね、見てからゆっくり過ごしたいと思います。結構寒くなってきたんで、ヒーター出します。よいしょ。よいしょ。よし。もうちょいゆっくりいただきます。はい。ということでね、ゆっくり食べて飲んで完食です。ごちそうさまでした。で、またしてもね、ちょっと、ゴロッと横になってたらね、寝ちゃっててから、今もうね、1時20分です。ですんでね、ちょっともう、今夜はゆっくり休もうと思います。はい。明日も早いんで、まあね、休みます。おやすみなさい。おはようございます。現在の時刻はね、6時50分です。今日のね、日の出が6時53分とのことだったんでね、この時間に起きました。太陽はね、向こうの方向ですね。窓曇って見えませんね。よいしょ。おー、ちょうどいい場所に木がある。向こうにね、展望台もあるんで、どうしましょうかね。ちょっと朝食の準備だけしておきましょうかね。朝日を眺めながら朝食食べたいんで、朝食の準備します。はい。ということでね、今朝は何をいただくかなんですけども、これですね。昨日のことはパンがあるんでね、このパンにサラダをのして、で、あとね、焼いて、焼きサラダパンにしていただきたいと思います。入らないね。入らないから、
これぐらいにしましょう。こうやって、で、ここにね、サラダを乗せると。よし、こんな感じにしましょう。4、5分でいいんでね、180度で5分ぐらいにしましょうか。よし。これで OK。で、あとはね、お湯を沸かしましょう。よいしょ。はい。おー、できすぎた。白いパンが真っ黒になった。よし。4分でもよかったかもしれませんね。でもね、いい感じにできました。オッケー。バッチリですね。で、ちょうどね、雲の隙間から太陽見始めたんでね、早速ね、外に行って日の出を見ながらね、朝ごはんいただきたいと思います。はい、現在の時刻はね、7時11分です。まずはね、どっかいい場所がないか見てみたいんですけども、すごい砂浜。あれ大山だ。すごい。なんだこれ。うわー、すごい。なんかあそこにね、木の座れるようなベンチみたいなのがあるんで、あそこにしましょうかね。すごい、わわ、すごいのがある。ここ利用させてもらいましょう。うわー、ちょっとこれ記念写真だ。じゃあね、いただきましょう。いただきます。まずはちょっと焦げたパンですね。あんなに白かったパンがこんなに黒くなりました。美味しい。ちょっとね焦げてますけど、それがまたいいです。UCC も最高ですね。ご覧ください、この景色。貸し切りです。すごいいいのっていう感じですね。これ絶対にこの椅子はね、大山を見るために作られた椅子ですね。これすごっ。どこのどなたか存じませんが、素晴らしい椅子をありがとうございます。よし、完食です。ごちそうさまでした。雲がね濃いんでちょっと火が出ませんね。もうね、なんか感覚的にはだいぶ高い位置まで登ってるような気がしますね。これ多分このぐらいの位置あります。個人的にはね、山の頂上に行くかなと思ったんですけども、ちょっと無理っぽいですね。すごい景色ですねこれ。でもあれから雲が厚いんで、太陽出てくれませんでしたけども、仕方ないですね。景色が本当にすごいんで、ちょっと散歩しましょう。興味がない方ごめんなさい。ちなみにね、向こうが日本海です。ここ雪降ったらすっごいいい景色になるだろうなと思うんですよね。雪を見ながら大山が見えるような位置になるんで、ちょっと次ね、僕雪が降ったらこう来ましょう。これは楽しみ。あ、こっちの方まで歩いてこれるんだ。うわー、これは素晴らしい。おー、めちゃくちゃ海が綺麗。年末ここで過ごそうかな僕。すごくいい場所ということでね、車に戻りましょう。砂浜もねすごい程よく締まっててから歩きやすいです。おお、でっかい貝殻。なんかね、砂とか石とか鉱物は持って帰っちゃダメなんですけども、貝殻はね多分鉱物じゃないんで持って帰ってもいいと思うんでね、これはお土産にさせてもらいます。自分のお土産。
いい朝。よし。じゃあね、ちょっと最後にね、お手洗いに行って車に戻りたいと思います。よし。はい、朝になったらね、トラックが増えましたね。賑やかになってきました。OK。はい、帰ってきました。お手洗いなんですけどもね、トイレは水洗で、座席はね、温かいオンザタイプで、トイレットペーパーのね、揃ってました。ですのでね、すごい快適なトイレでした。よし。はい、ただいま。よいしょ。よし。で、現在時刻はもう8時前ですね。これはいけない。僕今日ちょっと用事があるんですけども、それがね、11時半からなんですよね。で、ここからね、目的地までは2時間半ぐらいかかるんですけども、今、8時ぐらいなんでね、岡山到着が10時半ぐらいなんで、ちょっとね、もう急いで片付けしましょうかね。はい。はい。ということでね、片付け完了です。こんな感じでね、移動できるようにしました。で、ゴミはね、今回、しっかり料理したんで、たくさん出ました。これはね、持って帰って処分します。で、今回ね、たくさん食材買ったんですけども、結構ね、余っちゃいました。ですけどもね、この辺はもう家に帰って食べれるし、なんならね、帰ってる道中、おにぎりなんかもつまめるんで、そういった格好でね、食べながら帰れたと思います。で、結局ね、今回の、残った電池残量なんですけども、なんだかんだでね、12% 残りました。ノンフライヤーをね、2回使ったりしたんで、やっぱり電気がね、ガクッと、減ってしまいましたね。でもね、ノンフライヤーで、美味しいご飯が作れてね、良かったです。で、ちょっとね、今回すごくちょっと1個ね、やってしまったことがあってから、僕そのストーブの上にね、これ水を入れて置いてたんですよね。で、水は入ってたんですけども、なんだろう、もう室内が温まったからいいやと思って、オフにしたんですよね。そしたらね、オフにしたつもりが全開になっててから、部屋の温度が上がってなんか暑いなと思ったら、ゴーゴー炊かれててから、見えますかね、中こんな感じでね、焼き付いちゃいました。だからね、これちょっと失敗しましたね。で、これね、ちょっと帰ってから頑張って落とそうと思うんですけども、落とし方がいまいちわからないんでね、もしなんかご存知の方がいたら、動画のね、コメント欄で落とし方教えてください。よろしくお願いします。でね、結局、今回の旅の使った費用なんですけども、最終的にね、昨晩のプラント5で955円使ったんで、使ったお金は全部でね、これぐらい使ってて、合計したら4494円でした。だからね、ここまで5000円以下でね、こういったことになりますね。はい。で、あとはね、帰りなんですけども、帰りは高速道路を使って帰ろうと思うんで、多分ね、2800円ぐらいとかで帰れると思うんで、全部で7500円いかないぐらいでしたね。はい。だからね、8000円以下で今回の旅ができたような格好になります。でね、あとはね、岡山に帰るだけなんですけども、なんだかんだで現在の時刻が8時40分で、もうあとね、2時間50分後には、その、目的地に行かないといけないんですよね。で、道路の状況を見てみたらね、ちょうどもう本当にギリギリの時間帯なんで、まあ、焦らず安全運転で帰れたと思います。はい。ということでね、まあ、今回は、雪を求める旅だったんですけども、雪はなかったですけども、すごくね、いい景色をたくさん見れたんで、個人的には満足したんでね、気をつけて岡山に帰れたいと思います。はい、こんな感じですかね。ということで、今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。よし、帰りましょう。現在の時刻はね、8時50分です。車中泊させていただき、ありがとうございました。高速道路まで18キロ。はい、もうね、時間との戦いですね。あ、でね、ちなみに、さっきね、出発が遅れた理由なんですけども、実はね、白いフリードスパイクさんが止まっててから、そちらの方が視聴者さんで、車をね、すごいことにしてたんで、そちらをね、撮影させてもらってたんで、次回はね、そちらの動画を出そうと思いますので、皆さんぜひね、ご視聴よろしくお願いします。よし、ということでね、高速道路乗れました。あとね、2時間ぐらいで帰れるそうです。この車ね、ベッド作ったからかな、ちょっと上り坂が辛いですね。あと後ろが重たくなったんでね、なんだろう、高速道路走行時のちょっと安定感が少し下がってますね。気をつけて安全運転でね、
運転しましょう。はい、ちょっとね後ろがねフラフラするんで、電源の位置を変えるためにパーキングエリアに入れます。ちょっとここでね電源だけ配置換えします。よいしょよいしょ。ポータブル電源のメリットってね、完成した後に車の重量バランスがおかしいなと思ったらね、持って移動できるのがいいですね。よいしょ。よし、これで OK。 はい、こんな感じですね。とりあえずね助手席に置いてみました。よし、じゃあ行ってみましょう。やっぱしですね、ふらつきがなくなりました。25キロぐらいあるんで、やっぱし後ろにあるのとなんだろう前側にあるのだったらね全然違いますね。ただし上り坂は相変わらずきついです。おー、すごい景色はい、現在の時刻はね10時10分です。結構順調です。はい、岡山道にね乗り換えます。今日は風がないんでね、煙がまっすぐ上がってますね。これすごい。はい、ということでね、岡山道から山陽道に乗り換えます。はい、岡山インター到着です。はい、料金はね2870円でした。ですのでね合計してもやっぱし7500円以下でしたね今回は。はい、あとはねここから20分ぐらいで着くそうで、到着予定時刻はね11時15分なんで、僕の11時半の用事にはね間に合うということが分かったんで、あとはまあ一般道ゆっくり運転しながら行きたいと思います。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。こちらの車はねフリードスパイクなんですけども、中見たらねちょっといろいろとすごいアイデアが詰まってたんで、急遽ね動画を回させてもらっています。テレビがありますね、はい、ディレクターパイプというので組んであってから、なんか使いやすいアレンジがされてますね。いろいろと